どうもこんにちは、ずんだもんなのだ。そしてこっちの背の高い人は第二義軍所属の中部剣だ。よろしく頼む。さて、我々第二義軍は先日、養父母の死後に残された農場を耕されていたところの秋篠宮文仁殿下を発見した。殿下の存在はたちまち日本全土に広まり、第二義軍は北日本において放棄し、現在我々は列島に救う主体勢力を生き取らんとしている。今こそ失われた国家の威厳を取り戻し、再び偉大な日本を再興させる時なのである。でも勝てるかな。相手は超大国だし、指導者は天から降臨した一族のキム・ジョンイルなのだ。大陸や朝鮮でも我々と同様に独立しようとする勢力が放棄し、イースタシアとの戦いに挑んでいる。それにキム一族は天から降臨したわけじゃない。元はソ連将校だった普通の人間だ。そうなのか。ズンダモンは一度隠された本当の歴史を学んだ方がいい。第二次世界大戦の終結後、大日本帝国は解体され、本土はアメリカ合衆国の占領下に置かれた。連合軍の圧倒的な軍事力の前に敗北し、2つの都市は核の炎に焼かれた。軍事・政治の両面で厳しい制限が課され、日本は事実上属国のような状態へと追い込まれたのである。それでも日本は生き残り、アメリカからの投資が流れ込むことで復活の兆しが見え始めていた。しかし同じ頃、東アジアでは別の歴史が動き始めていた。ソ連はラブレンチーベリアの主導で朝鮮と満州の支配権をキム・イルソン率いる東北抗日連合軍に移譲する。中国共産党を扱いづらいと判断し、より忠実な勢力をアジアに求めたためである。こうして成立した満州朝鮮民主主義人民共和国はソ連と争う中国諸勢力の間に位置する重要な干渉地帯となった。しかしキム・イルソンは単なる干渉国家にとどまるつもりはなかった。1950年代、世界を揺るがす核戦争の混乱の中、日本へのアメリカからの投資は途絶え、ヨーロッパはソ連の軍事力に屈した。日本の復興は大きく阻害され、産業力はかつての影に過ぎなかった。一方、その混乱に乗じたキム・イルソンは東アジア全域を掌握する好機をつかみ、動乱の中で中国の諸勢力が衰弱するや勢力圏を拡大し、東アジアの再編を着実に進めていった。1960年代初頭、中国の残存政権や軍閥を排除したキム・イルソンはイースタシアの成立を宣言し、主体思想を国家の公式イデオロギーとして採用した。一方の日本ではアメリカの制限が撤廃された1960年代になっても、軍は弱体で戦争に備えるには程遠かった。そのような状況の中、キム・イルソンは日本本土と台湾への上陸作戦エクリプスを敢行し、東洋の海域支配を目指した。作戦の完遂前にキム・イルソンは自己消滅の旅路を終え、肉体を離れた存在となったが、その意思は息子キム・ジョンイルに継がれ、エクリプス作戦は継続された。敵軍は上陸し、波のように島々を席巻した。日本軍は可能な限り踏みとどまり、敵に甚大な損害を与えたが、限られた産業力と補給能力が我々の命取りとなった。日本は征服され、最後にして最も破滅的な行為として皇室の虐殺が行われた。それは日本を完全に破壊したことを世界に示すための行為であり、アメリカですら行わなかった残虐さであった。第二義軍は主体の軍勢に抵抗したが、国民は2度の戦争で敗北し、外国勢力に徹底的に屈辱を受け、士気は崩壊していた。1985年、その絶望の底において、新たな天皇への希望から民衆が行動へと駆り立てられ、一筋の光が差し込もうとしていた。分かったか。これが本来の歴史だ。南海イースタシア時代にプロパガンダで知った歴史とだいぶ違ったのだ。奴らの都合のいいように歴史を書き換えられたからな。僕は今までイースタシアの政府に騙されていたのだ。何を信じればいいのか分かんなくなってくる。自分で思考して最も正しいと思う歴史を信じればいい。まあそれで主体の歴史が正しいと言うならば今ここで切り捨てるが、やっぱりも教えてもらった歴史が正当にて唯一の歴史だと思うのだ。賢明な判断だ。さて、それでは第二義軍の詳細を見ていくぞ。指導者は三島由紀夫。最後の侍の特性で中核州において師団の性能が上がるのだ。そして与党は新義軍。伝統主義でありファシズムの政治思考を持っている。一見矛盾しているようにも見えるが、天皇を再び菊の玉座へと復帰させ、新たな日本を再編するという点で伝統主義とファシズムが融合している。国家方針は全部で4つ。1つ目は帝国の栄光。どれほど圧倒的な敵であっても我々は常にその優勢を覆して勝利してきた。今こそ昇る太陽の灼熱が死体の圧政者を我らの島々から打ち払い、再び日本を照らすのだ。2つ目は無人の菊の玉座。かつての核戦争以来皇室は姿を消した。現在は三島が摂政を務め、天皇の近い帰還を国民に説いてはいるものの、民衆の希望は日に日に薄れている。今すぐ文仁殿下を天皇に即位させればいいのでは。
殿下は自らの出自すら知らず、即位の準備ができていない。なるほど。3つ目は在日問題。本土がイースタシアに征服された後、イースタシア労働党は日本人を数で上回ることを目的に朝鮮人の本土移住を積極的に奨励し、最終的には日本人そのものを根絶する計画すら抱いている。早くなんとかしないとなのだ。最後は技術の停滞。長年にわたる絶え間ない戦争、世界的な孤立、そして全般的な非効率性の結果として研究開発は停滞し、場合によっては後退すらしている。新規の研究が一切できないのだ。そして国家方針はこんな感じ。左が政治系ツリーで右が軍事系ツリーなのだ。それじゃあまずは日の出から進めていくぞ。日本復活ののろしが今上がるのだ。師団数は全部で14師団だ。ちょっと少ないな。それじゃあ準備ができ次第時間を進めていくのだ。今は一応の平和だがすぐに戦争が始まる。急いで境界線に師団を集めろ。ついに戦争が始まったのだ。かかってこい。全員叩き切け。さらに同時期には今後の秋篠宮殿下の教育をどうするかについての会議が開かれた模様。会議には三島由紀夫をはじめ岸信介や藤山愛一郎、武田五郎、長野茂人が参加し、当面の教育は三島由紀夫が担当することになった。三島さんの教育を担当すれば必ずや強い天皇に育つでしょうな。一方の戦争はというと、現在仙台にいるイースタシア軍に攻撃中なのだ。さらに福島に先回りして敵軍を殲滅。やったのだ。東北の一大都市を解放なのだ。敵は未だ配置に間に合っていない。この機に乗じて東京を奪還しに行くぞ。少しずつ敵軍も集まってきたけど、安心しろ。東京は目と鼻の先だ。そして開戦から10日目の1985年6月17日に東京を解放。敵は大阪に退却した。今度は西進をしていくぞ。さすが剣。マーナ。さらに群馬においても敵師団を殲滅。師団数で劣勢の日本にとっては殲滅できそうなところでどんどん殲滅していきたいところ。長野から静岡に南下し、静岡と神奈川に取り残された敵師団を狙っていきたいな。敵の人口密集地を完全喪失するのはまずいと感じたのか、師団が出血してきたが。剣、10位なのだ。敵が佐渡島より新潟に上陸。佐渡島。佐渡島は新潟と独立したプロビンスになっている上に港湾があるのだ。まずいな。とりあえず前線も押され始めてるし、ここは一度北関東利根川のラインまで撤退だ。新潟にはイースタシアの最新機構師団がいるのだ。さらに敵師団はすでに複数上陸しているようで、このまま新潟から福島に攻め込まれ北関東にいる自分が全滅することも考慮し、ここは仙台まで撤退するぞ。これじゃあ開戦時と全く同じ領土なのだ。撤退途中で福島北部に飛行師団が攻め入り、関東の師団が全滅しかけることもあったが、訓練中の新兵を投入し地対戦闘をすることでなんとか全滅という最悪の事態を回避。本当に首の皮一枚つながった状態なのだ。大撤退の結果、戦線は東北で安定した。しばらくはここで敵の攻撃に耐えつつ風向きが変わるのを待つしかないな。防衛に徹する間にも国家方針は軍隊の改革に関するものを進めるぞ。まずは1億玉砕から進めていく。なんだか物騒な国家方針なのだ。日本人であるならばこの国家総合の危機に全員で立ち向かうだろう。老若男女総動員でお国に奉公するのだ。さらに戦場では敵に降伏をするくらいなら名誉ある死を選ぶよう推奨する。これが侍ですか。一方の国内ではイースタシア支配時の恐怖が薄れつつあるとのこと。死体の下で弾圧されてきた人々は再び国家とその未来を信じ始めたのだ。未だ死体の支配下にある関東と中部および西日本も早く解放しなければならないな。海外の方はどうなっているのだ。国民革命軍と関東自由戦線はだいぶ厳しそうだが、一方の内陸部では人民解放軍が善戦しているようだが、山をうまく使って戦っているのだ。さらに満州でも愛新神楽不潔な満州復権軍を率いて戦っているが、ここから大清帝国復活もあり得るのだろうか。朝鮮半島南部では天道教軍が戦っているのだ。与党は天道教青年党だと信用ならんな。欧州だと旧ドイツやフランス地域などでも独立戦争が起こりまくっている模様。素晴らしい。ユーラシアの独裁も先は短いな。さらに1986年3月には北米においても大規模な内戦が勃発。今まで比較的安定していたオセアニアでも大規模な内戦が勃発したのだ。西から東まで様々な思想が乱れ狂う地獄になったが、独立勢力の中には史実のアメリカ大統領から共産主義者にカルト集団までいろんな奴らがいるぞ。カルト？この中から誰が北米を再統一するのか。頼むからまともな集団が再統一してくれなのだ。我々は1年間主体の構成に耐えてきた。
そして今や敵師団は充足率が 50% を切っている。ついに反撃の時が来たのだ。そして1986年6月10日、敵ユースタシア軍が疲弊したタイミングに合わせて反転攻勢を開始。敵は簡単に敗走したのだ。このまま目指すは東京だ。そして5月30日には東京を再度開放。次は大阪。では東海道と北陸道に沿って大阪に向かうぞ。名古屋も開放。大阪まであと少し。なんとしてでも中部地方の山間部で敵軍を包囲したいところなんだよ。ここで岐阜において敵重師団程度包囲なのだ。少し逃げられたがまあいいだろう。そして7月には敵臨時使徒の大阪を開放。ここまで来ればあとは余裕だな。その後も産業道を通り目指すは長崎。そして島根鳥取周辺で敵重5師団を包囲したのだ。そして1986年8月7日、長崎に立てこもる敵師団を撃破し解放することでイースタシアの東方諸島区は降伏した。約1年と半年にわたって続いたのだ。さてこれにて早急に撃つべき敵は滅んだわけだが、戦後ももう少しだけ話が続くのだ。そうだな。まずは帝国記録保管隊を組織する。これは旧日本の歴史や技術に関する文献の復元に特化した組織だ。この国家方針を達成することでようやく技術の研究ができるようになるのだ。ここまで長かったな。そして三島由紀夫の教育のもと、秋篠宮殿下は日本を導く決意と覚悟が定まったようだ。即位に向けて確実に準備が進んでいるのだ。我々は戦争に勝利し新たな天皇も即位する予定だ。今こそ日本は正式に独立を宣言する時である。1987年1月15日、この日ついに日本は正式に独立を宣言したのだ。偉大な我ら第二義軍は幾多の戦いを経て死体の魔の手から日本を解放した。この日は日本の歴史上において最も輝かしい一日になるだろうな。独立を達成したことだ。今後は新生日本の土台作りに移っていくぞ。まずは実質日本のトップであった三島由紀夫の摂政政治を終わらせ、再び天皇陛下を国家元首にしていく。国家方針、秋篠宮の復権を達成。これでようやく秋篠宮文仁殿下が天皇に即位したが、しかし新天皇は政治的に未熟であり、今後の国政における自らの立ち位置を模索している状況だ。今後は立憲君主として振る舞うか、それとも絶対君主か。私は絶対君主としての天皇像を望む。未だ大陸には死体の残党が作っている伝授で国会を開いて統治を行うんだと。こんな馬鹿げた話があるか。国内も荒廃しきっている。ここは絶対的な君主として陛下には国家の全てを統合してもらい、我ら軍党には死体の謀略に対抗するための強力な権限を持たせるべきである。ずんだもんもそうとは思わないか。どうかな。異論か。僕はやっぱり国民から信託を得た人が国会で話し合って統治を行う方がいいと思うのだ。イースタシアと日本の一番の違いは国民に思想の自由があって個性があることなのだ。自由に考え、自由に語り、自由に夢を見る民がいる。その力を組み合わせることできっと日本は世界のどんな独裁にも打ち勝てるのだ。いつからそんな口答えをするようになったのかはわからないが、まあいいだろう。今回は立憲君主として民主化に向けて舵を切るぞ。国名はここで第二義軍から日本暫定政府に。国家元首も文仁天皇になったが、暫定政府最初の仕事は首都をどこにするかについてを決めていくようなのだ。現状は札幌に首都が置かれている。これを東京か京都のどちらかに遷都するようだな。どっちにするのだ。歴史ある京都も素晴らしいが、ここは東京に遷都するぞ。次は皇室の権限を縮小する。心苦しいが、これも民主化への第一歩なのだ。さらに廃墟となった国会を再建するよ。そして国会が完成。ついに完成した。不満がありそうだな。当たり前だよ。まったく。でも不満があるのは三島由紀夫も同じみたいなのだ。そりゃ国会開設よりも先にやるべきことがあるからな。でも陛下に諭されて三島由紀夫は納得したようだぞ。そっか。それじゃあ最後の国家方針に進むのだ。伝統と革新が共存する日本の到来だ。明治の再来か。
こうして新たにできた国会議事堂で臨時国会が開始。すでに多くの議題について話し合っているようなのだ。今後どうなるか見ものだな。国名も日本暫定政府から大日本帝国になったよ。与党は明治派と呼ばれる軍艦からなる集団なのだ。野党には軍隊派閥からなる昭和派がいる。これで民主化も達成、明治派の時代が始まるのだ。我ら昭和派も、もし文民政府が打民を貪るようなことがあれば、いつでも武断をもって陛下をお守りする。というわけで1984レボリューションの日本プレーはここまでなのだ。東南アジア防衛協定と協力して大陸解放なんてことも将来はできるのかもしれないな。というわけで今回の動画はここまで。また次回の動画も見てくれなのだ。それじゃバイバイなのだ。それではさらばだ。